はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、今かぶっているこのヘルメットの感想を話してみたいと思います。今回購入したのが照英の Z8 になります。照英のヘルメットはですね、今までにもネオテック2、X14、あと GT-Air2 とね、いろいろ現行モデルをかぶってきましたので、そういったモデルとの比較なんかも、交えながらお話できたらなと思います。今回購入した Z8 はカラーがマットブラックで、シールドをスモークミラーのゴールドに交換しています。でサイズは L サイズになりまして、今までかぶってきた照英のヘルメットも全て L サイズだったので、今回もね Z8 L サイズを購入しましたけれども、サイズ感はぴったりでした。はい、まず最初はね、気に入っている点をいくつかお話しできたらと思います。まずはじめに、この Z シリーズの特徴でもある軽量さ、あとコンパクトさですね。GT-Air2 と比べて、かぶった瞬間に軽いなっていうのがすぐに実感できますね。サンバイザーを搭載してないっていうところももちろんあるんですけれども、非常にコンパクトですね。なので首を動かす時なんかにもね、こうすごくすっきりしていて動かしやすい。でそれも相まってね、その体感上の軽さっていうのもすごくあるなというふうに感じますね。はい、で次にね気に入ってる点なんですけれども、高速走行時での安定感ですね。空力性能ですよね。でこれは GT-Air2 と比べてかなりその風の抵抗を感じない、空気抵抗が軽減されてるっていうのが感じられますね。で、進路変更なんかの時に、首を左右に振っても風に煽られることが非常に少ない。なのでもう本当にね、コンパクトっていうのもあるからなんでしょうけれども、非常に首への負担っていうのが少ないというふうに感じます。でこれはX14 と比べても、通常の高速道路での巡航速度であればもうあまり差はないんじゃないかと思いますね。それぐらい安定感あると思います。で、X14 はですね、高速走行をしている時なんかはこう直進方向に向かってこう頭が吸い込まれていくような、すごい気持ちいい感覚っていうのがあるんですけれども、そこまではないんですが、ただ安定感はかなり高いと思いますね。はい、でここからは不満点ではないんですけれども、ちょっと気になっている点っていうのもいくつかお話ししていこうかなと思います。でまず1つ目なんですけれども、この Z8 の特徴の一つにもなっているこのセンターロックシステムですね。シールド開閉の部が中央にあるということで、ちょっと場所が一瞬迷うっていうのがありますね。一番最初はねちょっと間違う可能性もあると思います。ただこれはもう完全に慣れなんで、使っていくうちに気にならなくなるのは分かってますけどね。で実際その開閉動作に関しては、中央を動かした方がたわみにくいので安定感はあるかなとは感じましたね。はい、で次がチンストラップについてなんですけれども、最近までよくかぶっていた GT-Air2 が、非常にねグローブつけたままでも操作のしやすいマイクロラチェット式だったのに対して、この Z8 は X14 と同様のディーリング式ということで、正直一手間はねその装着するときにかかる仕組みなので、若干煩わしいっていうのは今は少し感じてます。ただ、マイクロラチェット式よりもつけた後のね装着感っていうのはディーリング式の方がいいと思うので、一長一短ありますよねっていうところで、これも慣れたらディーリング式の方がいいって言ってるかもしれないんで、今はねマイクロラチェット式に慣れてると少し煩わしいっていう感覚がありますね。はい、で次がですね、実はこれは一番気になってるといえば気になってるんですけれども、チークパッドのホールド力の強さ、ちょっときつめなホールド感なんですよね。で、特にこれ痛くなるわけではないんですけれども、X14 はねチークパッドがかなりガチガチに固められてるので、長時間かぶってると少し痛くなったりしてたんですけど、Z8 の場合はそこまでではないかなと
思います。ただそれでもね、ややきつめなので、体感だと2時間ぐらいかぶってた時に少し、疲れるかなっていうのは思いましたね。ただこのチークパッドのホールド力が強いとその分ブレにくいので、これもねほんと一長一短っていうところなので、なかなか難しいとこなんですけども、今後ね使っていく上で気になるようであれば一つ薄いチークパッドに交換しようかなっていうのも一応検討はしてます。はい、今回 Z8 を購入して一つね確信したことがあるんですけれども、やっぱり人それぞれの頭の形状にね合ったメーカーがやっぱりありますね。照英のネオテック2を買うまでは、OGK とあと新井のヘルメットをかぶってたんですけど、新井なんかはねそのパーソナルフィッティングもしてもらったんですけど、やっぱり長時間かぶってると頭が痛くなってたんですよ。ただその照英のヘルメットに変えてからは今までどのヘルメットもね頭が痛くなったりすることがないんですよね。で今回の Z8 も全く問題がないので、これはね本当メーカーの相性っていうのが頭の形状にはあるなというふうに思います。なので、ヘルメットが合わないなって感じてる人は、メーカー変えてみるのも一つ手かなと思います。はい、ちょっとね長くなってしまったんですけれども、最後にまとめになるんですが、空力性能においても、X4T に近い、街乗りにおいてはもう本当大差がない非常に素晴らしい、空力性能で、首の疲れっていうのもね軽さもあって全然感じないですし、非常にねいいヘルメットだなっていうふうに思います。で GT Air 2と比べても、サンバイザーがないんですけれども、こういうねスモークミラーのシールドとかに変えてしまえばそういった問題も、昼間の走行に関してはね問題ありませんから、本当に総合的に見て満足度の高いヘルメットだなと思いますね。今回買ってねすごく、本当は買わなくてもいい、GT-Air2 で全然満足してたんですけれども、Z8 をかぶり始めてしまったらもう Z8 ばっかりかぶってますね。余談ですけど今回グラフィックモデルを中心にかぶってきたんですけど、今回はねマットブラック、忍者 1000SX のカラーにも多少合わせたカラーにしてみたんですけど、気持ち的にも新鮮な感じで今かぶって乗れてるので、すごくねバイクに乗るのが楽しいなっていう風に感じています。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ヘルメット選びの何らかの参考になれば幸いです。それでは。